これは立山曼荼羅と言われる掛け軸式の絵画。1300年の歴史があるとされる立山信仰を全国に広めるために描かれたもので、立山信仰の世界観がここに凝縮されています。立山には極楽浄土と地獄があるとされ、地獄に落ちた人間たちと恐ろしい鬼たちが描かれるのは針の山と称される剣岳。そして阿弥陀如来様と菩薩様の来迎が描かれたお山をはじめとする立山の峰々。そんな立山の主峰であり、立山信仰の中心であるお山の頂上に登拝するべく、この夏挑んでまいりました。皆さんこんにちは、とこママ情報局です。今私は立山の室堂というところにいます。はい、夏休みの超ビッグイベントということで、今年の夏は立山に登ろうという計画を、ずっと前からしておりまして、ようやくねここに来ることができました。ということで、今回の動画では、後ろにあります立山連峰のお山、そのお山の頂上に鎮座するお山の神社ですね、こちらを参拝する登拝の模様をお送りしたいと思います。ただですね、やはりもう東京出発して今もう7時間半かかってここにやっとたどり着いたというところなので、もう1回の動画では収まりきりません。非常にね道中もね内容が濃くって、登山自体もすごく充実したものになるんじゃないかなと思っておりますので、2回に分けてお送りしたいと思います。まず1回目の動画では東京出発しまして、この室堂に到着するまで、そしてね、明日お山には登る予定ですので、室堂から少し行ったところの日本一標高の高いところにある温泉の宿、三栗ヶ池温泉というところに泊まります。そこのね宿で過ごしている様子ですとか、そのあたりまでを1回目の動画、そして2回目の動画で、明日登るんですけれども、お山に、登拝をしていく様子をお送りできればと思っております。お天気がちょっとね微妙なんですけれども、今も先ほどまで降っていた雨が、バスターミナルからね、この室堂に出た瞬間に、止みまして、天は今のところね味方してくれているのかなという感じです。明日ね、登山の日になんとか晴れてくれればなと思っております。ということで、今日はこれから三栗ヶ池温泉の方まで向かうんですけれども、まずはここに到着するまでの道中の様子をご覧ください。東京から室堂、三栗ヶ池温泉まではこれだけの乗り物を乗り継いでアクセスします。東京駅10時22分発、北陸新幹線かがやきに乗って富山へいざ出発。ビルが立ち並ぶ都会の風景ともしばしおさらばです。自宅から東京駅まですでにバスと JR を乗り継いで1時間。この時点ですでにぐったり。豪華な駅弁を食べてのんびりと新幹線の旅を楽しみます。主婦であることを一時忘れ、優雅な一人旅を満喫なんて思っていたら、ご飯が気管に入ってしまいむせたりなんぞして、そうこうしているうちに次第に山々が近づいてきてワクワクします。富山に着きました。ここから立山に向けて、また違うね列車に乗り換えて行きます。電鉄富山駅黒部アルペンルート。富山地方鉄道はとてもレトロなローカル列車。これに乗るのも楽しみにしていました。富山の市街地、のどかな田園地帯を抜けると、このローカル線の見どころ、千垣橋梁。
高さ28メートルですって。列車も徐行運転をしてゆっくりとこの景色を楽しませてくれます。こういう景色を楽しめるのもローカル列車ならではですよね。1時間10分の列車旅の終着駅が近づいてきました。終点館山駅に到着です。ここまででもなかなかの大冒険でしたが、旅はまだまだ続きます。次は館山駅からケーブルカーに乗り換えです。ここでケーブルカーのチケットを購入。館山室堂の往復切符を買いました。うまく乗り継げるよう入念に乗り物の時刻を調べておきました。いよいよケーブルカーに乗り込みます。乗り場がすでにすごい傾斜。大きなリュックを背負った人が次々と乗り込んでいきます。このケーブルカーは標高475メートルの館山駅から標高977メートルの美女平駅まで標高差およそ500メートル、距離にして1300メートルの区間を7分間で登ってまいります。7分間はあっという間。美女平駅に到着です。登山装備の方の姿が多いですね。美女平駅の前にあるのが館山信仰とゆかりの深い美女杉。昔館山がまだ女人禁制だった頃、掟を破って館山に登ろうとした若い娘が山の神様の怒りに触れ、杉の木に変えられてしまったという伝説が伝えられています。館山曼荼羅にもその伝説の杉の木が描かれています。そんな美女杉も今では恋愛成就のパワースポットとなり、多くのカップルが訪れる名所になっています。そんな美女杉を見に行っている間に臨時バスが出るということで急いで乗り場へ。美女平から室堂までは館山高原バスに乗って向かいます。臨時便が出ました。高原バスはこのように状況によって臨時便を出してくれるみたいです。ルート上にはいろんな名所があります。中でも称名の滝は350メートルという日本一の落差を誇る国の名勝天然記念物に指定されています。バスも止まってゆっくりとその景色を眺めさせてくれます。V の字に見える左側が称名の滝、右側に見えるのが融雪期だけ現れる幻の滝、半の木滝。幻の滝も見られてラッキー。雪が残る山々が見えてきました。剣岳も。室堂から剣岳は見えないので、ここでしっかり見ておきます。雪がまだこんなに残っています。ここがかの有名な雪の大谷。高さ16メートルもあった雪の壁がだいぶ低くなっていましたが、まだ少し残っていました。さてそろそろ室堂に到着です。登山をする人には登山計画書を提出するよう呼びかけられています。私はネットのヤマップで提出しておきました。室堂ターミナル到着しました。ひんやりしてます。寒いってほどじゃないですけども、ちょっとね長袖着ようかなって感じですね。室堂平、三栗ヶ池、展望台。
ここがホテル立山です。はい、ここが、出口になってますね。来ました。ちょっとね、まだ雨降ってますけども、立山見えてます。やったー、晴れてきました。立山見えてます。やったやった。すごい雪がね、いっぱい残ってます。よいしょ。ずっと室堂のライブカメラをチェックしていたのですが、ガスっていて山など全然見えない映像も多かったので、この天気で立山が見えるとは思ってなかったです。室堂に到着しました。ここに大きい立山のね、石碑、中部山岳国立公園立山って刻まれていて、そして向こうに見えるのが立山連峰です。いやー、感激、嬉しい。雨がね、今ね、ちょうど上がったんですよ。はっきりと立山が見える。はい、ということで室堂に到着したというわけなんですね。少しずつ雨雲がね、薄くなっていって明るくなっています。もうね、時刻は3時半を回っているので、もうこの後は三栗ヶ池温泉、今日滞在する一泊するね、宿の方に向かっていきたいと思います。三栗ヶ池温泉までは、歩いて、15分ぐらいということなので、そんなにね、大変そうじゃないですね。こんな風に道もね、綺麗に整備されています。ずっとこのね、立山連峰眺めながら歩けるっていうのがもう嬉しすぎますね。そしてね、この雪、残雪、もうほんとね、ひんやりですよ、ひんやり。三栗ヶ池が見えてきました。すごい、ちょっとすごい綺麗なんですけど、雪が残ってるので、なんか水の色がちょっとね、深い色ですね。夕方っていう時間帯のせいもあるんでしょうけど、うわ、綺麗。すごい。うわー、綺麗すぎる。うわー、三栗ヶ池めっちゃ綺麗です。日が差してきたので、なおさらね、コントラストがはっきりしてきて、すごい綺麗。リフレクションもね、綺麗。そして明日登る立山、ほら、あそこ、なんか建物見えてますね。すごい。三栗ヶ池は約1万年前にできた周囲約630メートル、水深約15メートルの火山湖。その美しい姿から北アルプスで最も美しい火山湖と言われています。この写真は後日合流する私の姉が撮影したもの。静かな湖面に立山の山々が映るリフレクションが素晴らしい。そんな三栗ヶ池を眺めながら宿への道を進みます。三栗ヶ池温泉到着しました。誰もいない。今日泊まる
三栗ヶ池温泉です。ではね、今からチェックインします。もうほとんどの人はチェックインを終えて温泉に入ったりくつろいでいる時間。山小屋という認識で来ましたが、エントランスはまるでホテル。日帰り入浴もできます。なんといってもこの宿の自慢は温泉。日本で一番高いところにある天然温泉なんです。標高2400メートルで温泉なんてどんな感じなんでしょう。楽しみ。今回は一人だったので必然的にドミトリーです。もうすでに早く到着した方が休まれているのでお邪魔にならないように少し気を使います。私のベッドは上の段のこちら。実はこんなドミトリーのベッドで寝るのも楽しみの一つだったんです。1人分のお布団が敷ける分だけのスペース。荷物はこんな感じ。ちゃんと電気もついていてコンセントもあるんです。充電もできるので嬉しいですね。山小屋では十分すぎる空間です。夕飯までまだ少し時間があるのでこちらでゆっくり過ごします。喫茶みくり、メニューも豊富ですね。でも晩ご飯が食べられなくなったら嫌なのでコーヒーだけいただくことにしました。サイフォンで入れたこだわりのコーヒー。窓の向こうはあまりにも非日常的な景色。最高です。憧れていた場所にたどり着き、こんな時間を過ごせていることがなんだか夢みたいです。宿のすぐ横には黙々と蒸気が上がる地獄谷があります。辺り一面硫黄の匂いも立ち込めています。昔から立山の地獄谷は日本の三大霊場の一つとされ、立山信仰の人々がその奮起を拝んだ場所でもあります。2011年以降は有毒のアリュー酸ガスの濃度の上昇が確認され、地獄谷へは立ち入ることができません。風向きにより火山ガス濃度が高くなることがありますので、付近を散策する際は火山ガス情報に十分注意をする必要があります。太陽が沈みかけています。数時間前には雨が降っていたとは思えないような空。山の上に止まらないと見ることができないこの景色。夕日に照らされ次第に赤く染まっていく山々。ようやく日が沈みました。明日の晴れを予感させるような夕焼けを見ることができました。そろそろ夕食の時間です。食堂はこちら。席数も多くとても綺麗。なんとこんなお品書きも。すごい豪華なメニューですね。富山の地酒コーナー。これを楽しみに泊まる方も多そうですね。じゃーん、見てください。豪華すぎる。とても山の上で食べるご飯とは思えません。お腹を空かせててよかった。ここで海の幸のマリネがいただけるとは。どれもとっても美味しかったです。テーブルでご一緒した方たちとも山の話題で盛り上がったりして、とても楽しいディナータイムを過ごしました。夕食の後はこんなお楽しみも。食堂に大きなスクリーンが設置され、スタッフが撮影した立山の美しい風景をピアノの生演奏とともに楽しむイベントが行われました。これが涙が出るほど感動的な内容で最高でした。本当は雨の日用のイベントのようですが、この日は夕方から晴れたので、この後実際に外に出て星空観察会。肉眼では難しかったですが iPhone の機能を駆使して立山の上空にぼんやりと横たわる天の川を捉えることができました。小山の頂上に灯る明かり、これは小山神社の明かりです。シーズン中は山頂の小山神社にはちゃんと神職の方が常駐して、この明かりも夜9時きっかりにパッと消えるそうです。
小山の右肩あたりには明日通る一の越の明かりも見えます。いつまでも眺めていたい星空でしたが、翌朝も早いのでこの後は温泉にも入って夜9時には寝床に着くことにしました。温泉は乳白色で少しとろみがあるようなとても良い温泉でした。1日目にしてすでに夢のような時間。でも明日こそ本番、小山の山頂へと思いを馳せて1日目終了です。おやすみなさい。次回のトコママ情報局はいよいよ今回の旅のクライマックス、小山山頂を目指します。予想以上の急登、心が折れそうになるたびに起こる山の奇跡とは。最後の登り、頑張る。果たしてトコママは無事山頂のお社を拝むことができるのでしょうか。次回もどうぞお楽しみに。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。